不動産屋さんの怪談です。今回のお話は不動産業者がいかに怖い思いをするのかを伺い知る内容です。このお話をくださったのは東京都心の某所で不動産管理業に従事している男性の方で、その方を仮に小野寺さんとお呼びします。これは7月のつい先日のことでした。小野寺さんの管理物件のテナントさんが知り合いに空き室になっている物件のリノベーションとその後の管理をしてくれる不動産屋さんを探していたので、小野寺さんの会社を紹介したということでした。小野寺さんは少しでも営業収益が見込めるならと、その紹介してもらった空き室物件の家主さんに連絡し、内容を詳しく聞いてみました。その物件は東京23区にある3階建ての小さな鉄筋のビルでした。現在1階は店舗として貸しているということで、空き室になっているのはその上の2階と3階だということでした。その2階と3階はメゾネット式で内階段でつながっており、居住用として現在の家主さんのご両親が長く住んでいたそうです。そして家主さんの父親が亡くなり、何年後かに母親も老人ホームに移り、現在は空き室になっているということでした。家主さんの要望はその2階と3階のリノベーションということなので、小野寺さんは物件の図面がないか聞いたところ、なくしてしまったという返答でした。おおよその現状を口頭で説明は受けたのですが、リノベーションの見積もりを出すにはとにかく現地に行って物件を確認することが先でした。そこで家主さんに現地のポストに鍵を入れた鍵ボックスという4桁の暗証番号で開ける箱を設置してもらい、小野寺さんと営業の部下との2人で物件調査に行きました。その物件は環状8号線から狭い一方通行の商店街の中にあるビルでした。小野寺さんたちが下見に行った日は猛暑で、仕事とはいえ最寄り駅に着くまでうんざりでした。やっと駅から現地の物件に到着し、3階建ての建物を見ると、築年数の割には手を加えた痕跡がなく、大規模な修繕が必要なのは一目瞭然でした。小野寺さんと部下の2人は居住用の2階と3階の玄関がある2階から鍵で中に入りました。そして2人が部屋の中に入った途端、小野寺さんは絶句したそうです。中はまるで夜逃げか借金取りに拉致されたかのように、ゴミが散らかって何もかもが放置状態でした。その上部屋の壁、天井、水回りのすべてが劣化しており、その資材が散乱し、普通に家主のご両親が他の場所に引っ越したとは到底思えない状態でした。その室内の乱雑ぶりも驚きでしたが、暑さの中土足で各部屋を見ていくと、小野寺さんはこの場所にある異様な空気のせいで意に不快感が出てきました。今までいろいろな惨憺たる空き物件を見慣れている小野寺さんでも、この物件にはそれらにはない異質な重い空気が漂っていると感じました。小野寺さんは携帯で動画を撮影していき、部下にも持参したデジカメで撮る箇所を指示していきました。そして2階、3階、屋上という順番で撮影していくことにしました。そしてちょうど内階段を上って3階の部屋に上がった時でした。突然小野寺さんに吐き気のような違和感が襲ってきました。ここには何かがいる、そう感じたそうです。勘の鋭い小野寺さんは、この3階には何か強い気配がすると直感的に確信しました。3階より2階の方が荷物が散乱し、ひどい状況でしたが、3階の内装の劣化はひどすぎたそうです。こうして小野寺さんと部下の2人は暑い中撮影も終えて、
どうにか現地調査を完了することができ、引き上げることにしました。そこで小野寺さんは、今日は部下も相当疲れているだろうと思い、帰りにビールの一杯でもご馳走してあげようと思いました。近所で軽くビールでも飲むかと言いながら部下の顔を見ると、小野寺さんはぎょっとしたそうです。部下の顔が真っ青だったのです。そして、今日はこのまま帰らせてくださいとポロッという彼の顔は、誰が見てもかなり具合が悪いことは分かりました。そこで2人は途中の JR の駅で別れて、小野寺さんも決して体調がいいわけではないと気づき、そのまま帰宅しました。そして次の日でした。小野寺さんが出社すると、昨日一緒だった部下が今日は出勤しませんでした。会社の方には体調が悪いという連絡があり、結局部下はその日を含めて丸3日会社を休むことになりました。実は小野寺さんもあの日帰ってから具合が良くなかったため、これはあの空き室にいる何かのせいではと思い、即霊能者の友人のところにお祓いに行ったそうで、そのおかげか体調はすぐ回復していました。さてその後です。小野寺さんがあの日撮影した物件内の各箇所の写真や動画のデータを会社のパソコンに入れて確認していた時でした。小野寺さんが携帯で撮影していた方に、老人の犬のような影が映り込んでいるのに気がつきました。最初気のせいかと思いましたが、それをよく見ていると、小野寺さんは思わず気分が悪くなりました。後日この物件の家主に聞いたところ、父親と飼われていた犬はこの部屋の中で亡くなっていたそうです。でも最も驚くことはそれではありませんでした。部下がデジカメで写していった画像の中に、おかしな人物が写り込んでいる写真が何枚かあったのです。もちろん撮影中は全く気がつかなかったそうです。部下はその画像があまりに鮮明で恐ろしかったので、彼の独断で削除してしまったということでした。ただ一枚だけかろうじて削除し忘れているものがあり、その写真を見せていただきました。その写真がこれなのですが、この写真は2階から3階を見上げた感じで撮ったもので、階段の上にズボンの片足がはっきり写っています。私は見た瞬間、まさかこれは生きている人の足でしょうと思いました。でもよく見ると、今時裾がダブルというのも妙ですが、履物のかかとの上が写っていないようにも見え、違和感がありました。ただ単純に空き家にもう一人誰かがいたと考えると、それはもっと恐ろしいことを意味しますよね。でも再度小野寺さんに確認すると、こんな人は絶対いなかったそうで、当然ですが誰もいない部屋や階段廊下を撮影していたということでした。だからパソコンで確認して人が数枚写っていたので驚愕したそうです。この日空き室に入ったのは小野寺さんと部下の2人だけで、小野寺さんたちが鍵を開けて入った時から出ていく時まで、自分たち以外いなかったことは2人でしっかり確認していたそうです。部下がこの写真を撮っている最中は、小野寺さんは2階の部屋を携帯で撮影していました。ですからこの足は小野寺さんのが写り込んだものではありません。そして部下は薄いグレーのズボン、小野寺さんは薄いベージュのズボンを履いていて、この写真の足のような濃い色のズボンではありませんでした。つまりそこにあるわけのない謎の人物の足ということになります。そこで私は早速確認のため、この写真を私の信頼できる霊感のある3人に全く情報を与えずに見せました。すると3人とも一見した段階では、これは生きている人の足に見えるということでした。まず亡くなった人はここまで鮮明には映らないそうです。私はやっぱり生きている人が映ったもので、小野寺さんたちがその人物と鉢合わせにならなくて本当によかったと思いました。ただふと、
この人よく侵入できて2人に気づかれずに写真に写り込むことなんかできたなと不思議でした。なぜなら小野寺さんたちは間取りを念入りに調査していたので、物置から天袋あらゆるところを開けて確認しますから、人間一人が気づかれずに隠れ回ることはかなり難しいのです。確かにこの人物がカメラのレンズを避けるように逃げ回っていたと考えられないことはないのですが、狭い部屋の中、物音を立てずに、それも不動産屋の2人に気づかれずに動き回ることができたのか。この人物が素足ならわかるんですが、靴かスリッパを履いているので音を立てずに素早く逃げられたのかが疑問なんです。基本中の基本で戸締まりはしっかりされていたビルですから、鉄筋の3階建ての2階からしか入れないので、そもそもどうやって入ったのか。2階のガラス窓を割って鍵を開けて入った痕跡はありません。また第三者が玄関の鍵を持っていた可能性ももちろんないということでした。それと特にこの日は猛暑で、こんな暑い日に窓もすべて閉め切った鉄筋の3階建ての3階部分で、この人物は何をしていたのかが不思議でなりません。そして一番不可解なのは、複数の写真に鮮明に写り込んでいたそうですが、撮影者である部下の方が全くこの人物に気がつかないで、全ての場面を撮り続けていたなどということがあるのでしょうか。不動産業者から見ると、この状況下で侵入者に全く気がつかないということはありえないことなのです。そこで私はこの写真が撮られた時の状況を全て説明した上で、霊感のある2人がどう考えるかを聞きました。すると、もしそういった誰もいなかった状況であれば、この足の人物は生きている人に感じるので、生き量が映り込んだものだろうということでした。一人の方によると、この足はどちらにしろ自分の存在を知らせたい気持ちをかすかに感じるそうです。おそらくここに以前住んでいた家主の母親と関係のある人間ではないかと言っていました。ただここまで鮮明に生き量が映るというのは珍しいことで、その理由はわからないということでした。もう一人の霊感のある方は、死んだ人には見えないので生き量ということになりますが、ここまで鮮明に映ったのは特殊な条件が揃っていたからかもしれないと言っていました。それはこの家がこの人物を記憶していたため、ここまで鮮明に生き量が映り込んだのではないかということです。この家がこの人物を記憶していたということは、以前この人はこの家に住んでいたか、よく訪ねてきていた可能性が大きいと考えられます。この日、小野寺さんが3階に登った時に吐き気がするくらいの違和感があって、ここには何かがいると分かったと言っていましたが、小野寺さんはこの人物の他人に入ってこられたくないという強い負の念を感じ取っていたのでしょう。部下の方が具合悪くなったのも、おそらくはこの人物の念の影響だったのかもしれません。謎の足が写り込んだこの写真は間違いなく怪写真ですが、生身の人間か生き量か幽霊かは皆さんの判断にお任せします。いずれにしろ招かれざる者がそこにいたことは確かです。小野寺さんによると、この案件の話が進むようだったら、家主が中のものを処分することを条件で引き受けるしかないと考えているそうで、またさらに情報があれば知らせてくださるということでした。空き家には幽霊以外にも何が潜んでいるかわからないので、不動産屋にとっては下見は大げさではなく、場合によっては危険なのです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。